皆様ごきげんよう。さて、今回は音楽生成 AI が訴訟や和解、そして提携をしたその後、何が起こるのか、そこを見ていきます。これで公式に認められたから自由に使えるなんて思っている人、さすがにもういませんよね。それは大間違いです。和解や提携というのは好きに使っていいですよという話ではありません。むしろ逆です。それをきちんと管理します。そう約束したということになります。その結果としてレーベルの管理の下で生成 AI の企業が生成した音楽を公開利用できる専用のプラットフォームを用意する、そういう形になっていく可能性が高いです。そのようにもう発表されてましたよね。ではどうなるか。サウンドオン、Spotify、YouTube、チューンコア、その他にもたくさんあります。こういった一般の商用配信プラットフォームで使えるようになるか。答えはほぼ確実にノーです。じゃあ許可を取ったデータだけで学習し直せばいいじゃないか。そう思うかもしれません。実際2社は今そうしています。でもその先に待っているのはさらなる地獄です。権利をクリアにした代わりに生成した曲の利益は大手レーベルに吸い上げられ、挙句の果てにファイルとしてダウンロードすることすら制限される。もはやそれはあなたの作品ではなく、巨大企業の所有物を借りて遊んでいるだけの状態となるわけです。自由な音楽活動なんてそこには存在しません。クリアになったとはいえ、学習元は著作権を持つアーティストの音楽です。それを学習した生成音楽を一般のプラットフォームで配信収益化する。そんな都合のいい話、常識的に成り立ちません。用意されたプラットフォーム内だけでということになるでしょう。そしてさらに厳しくなるのが生成内容そのものの制限です。このアーティストのようにという生成、当然ですが許可していないアーティストに似せた生成はできません。そして仮に OK しているアーティストでもレーベルあるいはアーティスト本人がこれはダメと判断すればアウトになる可能性は十分あります。そしてここが重要。生成した音楽をユーザーがこれはオリジナルですという余地はまずありません。100% ありません。判断するのはユーザーではなくプラットフォーム側です。勘違いしてはいけません。たとえ有料プランでお金を払っていても、ユーザーが手にするのは所有権ではなく、企業から与えられた期間限定の利用許可証に過ぎません。収益の一部が分配されることはあるでしょう。でもそれはアーティストへの対価ではなく、プラットフォーム側からのお小遣いのようなもの。蛇口をひねる権限は常に彼らの手の中にあります。彼らがノーと言えば、あなたの自作曲と思っているものは、その瞬間にこの世から消えてなくなる。それが AI 音楽時代の冷徹な現実です。はい、ちょっと整理してみましょう。生成 AI ユーザーの立場は、法的にも実務的にも創造主ではなく操作主体と扱われることが多いです。創作行為の主体は、生成システムと学習元の構造。で、ユーザーは結果を引き出した人となります。高度な創造的意図を持ったプロンプト設計の場合、理論上は共同創作者と議論される余地はある。ただし、現実の運用では、ほぼ認められていません。権利については、利用規約など名目上どう書いてあっても、実態は利用権の範囲で使っている、という位置づけになります。収益は一般的にはプラットフォーム参加使用の結果としての分配、利用利益と言えます。これは作品への報酬か、場への報酬か、という違いで言い換えることもできます。先ほどもテロップ説明で出しましたが、紹介料と言い換えることもできます。なぜなら、ユーザーは自分の作品を広めているのではなく、AI ツールの性能を宣伝している構造とも言えちゃうわけです。アフィリエイトやアドセンスの構造だったりもするわけなんですね。
はい、いつも申し上げますが、生成 AI を使うこと自体が悪いわけじゃありません。ただし、自分が何をしている立場なのか、そこを勘違いした瞬間に話がおかしくなります。創造主なのか、操作者なのか、ここを整理できない人ほどトラブルを起こします。気をつけましょう。というわけで整理はここまでとして話を戻しましょう。それでですね、公式に認められたことで自由度は確実に下がります。これが現実です。収益化できる場を用意するとは言っていますが、あくまで二次使用。収益率も単価もかなり低くなると考えた方がいいでしょう。それでも許可されていない場所で使う人は必ず出てきます。動画で使う。外部で配信する。ですが、ルールが明確になるということは、罰則も明確になるということです。削除。収益剥奪。アカウント制限。今よりもはるかに厳しくなるでしょう。結局、訴訟と和解を経た生成 AI は自由な創作ツールから管理された娯楽へと姿を変えました。本気で音楽をやりたいなら AI はあくまでアイデアの壁打ち相手に止めるべきです。クリーンな AI からインスピレーションを受け取り、最後は自分の手で DAW でゼロから形にする。自分の名前で著作権を主張できるのはその道の先だけです。一方で遊び目的なら用意された箱庭の中でルールを守って楽しむ。背伸びをしてリスクを負うより、それが一番賢くて安全な付き合い方と言えます。とはいえ、すべての音楽 AI が地獄行きなわけではありません。むしろ、この激変の中でこれだけは今すぐ使いこなせるようになっておくべきという勝ち残りが確定している AI も存在します。多くの人がスノやユーディオで消耗している裏で、プロが着々と準備を進めているツールや収益化に期待できるツールなんかもあります。次回、その正体を詳しくお話しします？いや、話したくないな、考えておきます。忘れないうちにチャンネル登録してお待ちください。それでは今回はここまで。ではまた。